タッチパネルで様々な数値データを入力する場面は多いですよね。一応タッチパネルの入力制限機能を使っているという場合は多いですが、タッチパネル側では上下限設定しかできませんので、入力ミスや入力し忘れを防ぐには少し物足りないんですよね。今回は操作する人のことを考えた思いやり設計の入力制限をラダーでどう作るかを解説します。今回解説する内容は、リミット命令を使った基本の入力制限、Undo 機能をラダーで作成。Undo とは間違えて入力してしまった時に元に戻せるというものですね。最後に詳細な入力制限を作成してみます。このチャンネルでは初心者の方に向けた基本解説はもちろん、経験者の方にも役立つ AI を活用した設計効率化の情報なども発信しています。よろしければチャンネル登録もお願いします。それからコメント欄では質問も受け付けています。ぜひ気軽にコメントしてください。こちらは日向坂46の私の推しメンです。年齢順に左から山口春代さん、宮地すみれさん、竹内きらりさん、佐藤優さんになります。今回はこのメンバーの生年月日や年齢といった入力項目を例に入力制限の考え方を見ていきましょう。まずタッチパネル側のデバイス設定ですが、山口春代さんは生年月日の年が DM1000、月が DM1001、日が DM1002、年齢が DM1003、期別が DM1004、メッセージ購読日数が DM1005 に設定しています。同じように宮地すみれさんが DM1010 から DM1015、竹内きらりさんが DM1020 から DM1025、佐藤優さんが DM1030 から DM1035 になります。タッチパネル側でもこのように入力の上限・下限を設定して制限をかけることはできますが、今回はラダーで入力制限を行うので、タッチパネルの入力レンジ設定はデフォルトのままにしておきます。まずは基本の入力制限のラダーを作っていきます。年の上限値は今年にしたいので、あらかじめ PLC の時計データを読み出しておきます。キーエンスの場合、時計データの年は下2桁になるため、DM0 に2000を足して現在の年を DM0 に格納しています。入力制限には基本的にリミット命令を使用します。リミット命令は KV シリーズでは KV ナノと KV3000 以上、メルセックでは Q ユニバーサルモデル、L シリーズ、F シリーズ、IQR シリーズ、IQF シリーズで使え、使い方はどれも同じです。まず最初は山口春代さんの年の入力制限から作っていきます。 CR2002 の常時オン接点を入れて、ここでリミット命令を使います。リミット命令には4つのオペランドがあります。左から順に下限リミット値、上限リミット値、入力データ、結果格納デバイスです。それではそれぞれ設定していきます。まず下限値ですが、私の推しメンは全員2000年以降の生まれなので、下限値は2000にします。上限値は今年にしたいので、先ほど読み出した DM0 を指定します。次に入力データです。ここにはタッチパネルで設定しているデバイスを指定します。山口春代さんの生年月日の年は DM1000 なので、入力データは DM1000 です。結果格納デバイスも同じく DM1000 にします。同じ要領で月と日もラダーを作っていきます。月の場合、下限が1、上限が12。月のタッチパネル用デバイスは DM1001 です。日も同様に、下限が1、上限が31。日のデバイスは DM1002 になります。年齢ですが、坂道のオーディションの募集要項が満12歳以上となっているので、下限を12。日向坂では30歳を超えて在籍したメンバーはいないので、上限を30にしておきます。期別については、日向坂46は現在2期生から5期生までいますが、
今回は下限を1、上限を5くらいにしておきましょう。メッセージ購読日数については下限を1、上限を65,535に設定しておきます。ここは後で修正します。ということで作成したラダーがこちらになります。それではシミュレータで確認してみましょう。まず何も入力していない状態でも年月日それぞれにすでに下限値が表示されています。ここがリミット命令を使う大きなメリットになります。他のメンバーについてはまだラダーを作成していないので値は0のままです。ちなみにタッチパネル側だけで上下限値を設定した場合も見てみましょう。宮地すみれさんの年を下限2000、上限2025に設定してみました。ただしこの場合何か数値を入力しない限り PLC には値が書き込まれません。下限を2000に設定し現在の値が0であるためオーバーフロー表示になってしまいます。宮地すみれさんのラダーは作っていませんがデバイスモニタを見ても PLC 側の値は0のままですね。リミット命令を使うことで PLC をランした直後の時点ですでに下限値が入った状態になります。そのため制御機器に0が書き込まれてしまうことで発生するエラーを防ぐことができます。例えばサーボや IAI などのアクチュエータの位置決め設定では速度が0だとエラーになるケースがあります。このように入力忘れによるゼロ書き込みで発生する制御機器のエラーや PLC デバイスが0のままで起こる演算エラーを回避できるのがタッチパネルの設定だけではなくラダーで入力制限をかける理由になります。次に他のメンバーも同じようにラダーを作っていきます。ということでこんな感じでラダーが完成しました。それではこのまま宮地すみれさん、竹内きらりさん、佐藤優さんのデータも入力していきたいところなんですが、その前にもう一工夫。入力中にやっぱり戻したいっていう場面もあるのでUndo 機能をラダーで追加していきます。ここからは数字入力中に間違えた場合に前回の値に戻せる Undo 機能をラダーで作っていきます。Undo の仕組みをざっくり図で説明するとこんな感じです。まずタッチパネルの数値入力に使っているデバイスとは別に入力結果を保存しておくデバイスを用意します。そして入力確定ボタンを押したタイミングで入力された値をこの保存デバイスに転送しておきます。入力確定ボタンを押した後は元に戻すことはできませんが、入力確定ボタンを押す前であれば Undo ボタンを押すか他のページに遷移してから入力ページに戻ると保存しておいた前回の値を呼び出して元に戻せるというものです。それではラダーを作成してみましょう。まず CR2002 の常時オンを置いてタッチパネルの現在表示ページのデバイスと数値入力ページのページ番号を比較する命令を入れます。そして比較条件が一致したら保存用デバイスからタッチパネルの数値入力デバイスへ前回保存しておいた値を転送します。保存用デバイスは今回は DM1200 から使うことにします。山口春代さんの場合はブロックムーブ命令で DM1200 から DM1000 に6ワード転送します。宮地すみれさんは DM1210 から DM1010 に6ワード、竹内きらりさんは DM1220 から DM1020 に6ワード、佐藤優さんは DM1230 から DM1030 に6ワード転送します。この保存値を呼び戻す処理は先ほど作成したリミット命令より前に入れてください。さてブロックムーブ命令はこの場合パルス化するべきなのですが、保存データを呼び戻す条件は数値入力ページを開いた時と Undo スイッチを押した時の2条件です。したがってこの比較命令の結果を MEP でパルス化してブロックムーブ命令はパルス化しないようにしています。そしてUndo スイッチの R000 をパルス接点でこのようにORで追加します。次に入力確定ボタンを押した時に
タッチパネルの数値入力デバイスから保存デバイスへ値を格納するラダーを作ります。このラダーはリミット命令の後に入れます。入力確定ボタンは R001 に設定しているので、ここに R001 の A 接点パルスを入れます。ここでやることはさっきのブロックムーブの逆ですね。山口春代さんの場合はブロックムーブ命令で DM1000 から DM1200 に6ワード転送します。同じように宮地すみれさん、竹内きらりさん、佐藤優さんも作っていきます。ここでちょっとおまけで入力が完了したことがわかるように完了ランプを追加するのもいいですね。これで Undo 機能とリミット命令による入力制限を組み合わせたタッチパネル数値入力のラダーが完成です。その後のプログラムや制御装置に渡す値はタッチパネルの入力値ではなく保存デバイスの値を使います。タッチパネルの入力値をダイレクトに使っているのを多く見かけますが、私はタッチパネルの数値入力には必ずこのようなラダーを作成しています。それでは最後にメッセージ購読日数の入力制限にもう少し詳細な条件で入力制限をかけてみましょう。メッセージ購読日数は山口春代さんが一番長く、宮地すみれさんと竹内きらりさんが同じ、佐藤優さんが最も短いという条件にします。この関係が崩れないようにラダー側で入力制限をかけていきます。まず山口さんが基準になるので上下限はそのまま1から65,535にしておきます。次に宮地さんは下限を佐藤さんの日数 DM1035、上限を山口春代さんの日数 DM1005 にします。竹内さんは上下限とも宮地さんの日数 DM1015 にして必ず宮地さんと同じ値になるようにします。最後に佐藤優さんは下限を1、上限を竹内きらりさんの日数 DM1025 にします。ここで佐藤さんのリミット命令が最後になっています。佐藤さんの入力値ですが、これだと宮地さんの入力値より大きい値が入ってしまいます。それと同時に宮地さんと竹内さんの入力値が佐藤さんの値に書き換わってしまいますので、それを避けるために佐藤さんのリミット命令を宮地さんより前に移動します。このように前後の値を使って詳細な入力制限を行うこともできます。それではシミュレータで全ての項目を入力しながら入力制限と Undo 機能の動きを確認していきましょう。PLC とタッチパネルのシミュレータを起動しました。まだ PLC はランしていないので、この状態ではタッチパネルの値は全て0です。PLC をランすると各項目に下限値が自動で入ります。それでは山口春代さんから入力してみましょう。山口春代さんの生年月日は2004年2月23日で現在21歳です。山口さんは3期生になります。続いて宮地すみれさんです。宮地すみれさんの生年月日は2005年12月31日で先日20歳になりました。宮地さんは4期生です。ここでわざと入力制限の動きを見てみます。もし上限より大きい値を入れると上限値の今年、つまり2026に置き換わります。逆に下限より小さい値を入れると下限値の2000に置き換わります。これがリミット命令の動作です。ではこの状態で一度入力確定ボタンを押してみましょう。これで現在入力されている値が保存デバイスに転送されました。続けて竹内きらりさん、佐藤優さんも入力していきます。ここで竹内きらりさんの誕生日が間違っていることに気づきました。一旦 Undo ボタンを押して戻してみます。すると先ほど入力確定した時点の値、つまり宮地すみれさんまで入力した状態に戻りましたね。では改めて竹内きらりさん、佐藤優さんを入力していきます。入力が終わりましたので入力確定を押します。これでここまでの値が保存用デバイスに転送されました。ここから試しにそれぞれの値を変更してみます。
適当に値を変更して一旦別のページに移動してから戻ってきます。はい、前回保存された値に戻りましたね。これが Undo 機能です。最後にメッセージ購読日数を入力してみましょう。購読日数は山口春代さんが一番長く、宮地すみれさんと竹内きらりさんが同じ、佐藤優さんが一番少ないという条件でした。まず山口さんに100と入力してみます。すると宮地さんは100以下の値しか入力できません。竹内さんも同様です。次に宮地さんを仮に90にしてみましょう。すると竹内さんの値も宮地さんと同じ90に変わります。次に佐藤さんに200と入力してみるとどうでしょうか。この場合佐藤さんの上限は竹内さんの値になるため、竹内さんの現在の値である90が入力され、竹内さんを超えないように制御されます。それでは最後に正しい購読日数を入力して今回の解説は終わりにします。いかがでしたでしょうか。それでは今回のまとめです。今回のポイントは、タッチパネルの入力制限機能だけに頼らず、ラダー側で入力制限を行うことにあります。ラダーで入力制限を行うメリットはこのようになります。次のポイントは、タッチパネルの入力用デバイスとは別に、保存用デバイスを用意することで、Undo 機能を使うということです。こちらにもこのようなメリットがあります。そして、入力完了ボタンによる保存、Undo、リミット命令による入力制限、この3つを組み合わせることで、入力ミスや未入力、想定外の値によるエラーを防ぐ、思いやり設計の入力処理になります。それでは、以上、力添え PLCAI スタジオでした。ご視聴ありがとうございました。